こんにちは。前回の動画では購入した食虫植物が黒いちょっと泥のような用土で植え付けられている場合、そのままの状態でたとえ食虫植物に合った環境下で栽培したとしても、これからの季節だんだんと気温が上がっていく中、その用土が腐りやすくなってしまうため、植え付けられている食虫植物もうまく育たないことが多いので、植え替えをしてくださいっていうようなお話をさせていただいたんですけども、今回はその植え替え後のこうした置き場での日当たりについて少しお話しさせていただきたいなと思います。こちらが私がメインで食虫植物を栽培しているビオトープのあるベランダなんですけども、今置いているのは全て一年中屋外で栽培できるものばかりですけども、もう少し気温が高くなってくれば、別場所で管理している食虫植物もこちらに置きます。で、この置き方というかレイアウトなんですけども、今ちょっと一時的に以前のものに戻しているんですけども、今年に入ってから、一部の食虫植物はもう少し長時間日が当たるように、同じこのベランダなんですけども場所を変えたりしております。この場所の日当たりなんですけども、季節によってちょっと変わってくるんですけども、だいたい今ぐらいの時期から夏終わりにかけては、午前中しっかりと日光が当たって、午後からは日陰になる感じですかね。先にここが影になりまして、でだんだんと影が伸びていくっていう感じです。だいたいそうですね、5時間6時間ぐらい日が当たる感じですかね。ただ、だんだんと寒くなってきて冬になりますと、もうほとんどこのビオトープのあるこちらは日が当たらずに、ここが多少当たるかなっていう感じですかね。こういったところで、私は食虫植物を、メインとなるのは一年中屋外栽培できるタイプのものなんですけども、栽培をしております。食虫植物を栽培する上での日当たりなんですが、よく言われるのは午前中しっかりと日光が当たって午後からは日陰になる場所です。これは私もハエトリソウやサラセニアの育て方の動画の中でお話をさせてもらってるんですけども、やはり種類や栽培環境でもだいぶ変わってくると思います。例えば水槽であったり温室であったり、そういったところで割と締め切った状態で栽培している場合、短時間であっても直射日光が当たると中が高温になってくると思いますし、だからといって今度入り口を開けてしまうと中の湿度が下がってしまいますし、なかなか両立っていうのは難しくなってくると思います。なのでそういった場合は、太陽光の代わりに育成ライトなどを使ったりしますよね。なのでこの直射日光って考えると、メインとなるのはやはり屋外で栽培できる食虫植物だと思うんですけども、よく言われるこの午前中日光がしっかりと当たって午後から日陰になるっていうのは、1年間を通してトータルで考えた場合、夏のことも考えて、このように言われているんだろうと思いますし、私もそういう考えでお話をしているんですけども、夏はかなり気温が高くなりますし、また日差しも強烈です。そんな中、食虫植物を直射日光下に長時間置いておくと葉焼けを起こしてしまったり、また暑さで弱ってしまったり、夏バテみたいな感じですかね。なので気温が上がりきらない午前中にしっかりと直射日光に当てて、気温が高くなる午後は日陰にして涼しくしてあげることで、夏の強烈な日差しの下でも遮光なしで直射日光下で栽培できるっていうことなんですけども、正直他の季節はもっと長時間直射日光に当てた方がいいと思いますし、また今強烈な日差しと高い温度っていうお話ししましたけども、この植物が直接受ける日差しであったり温度っていうよりは、この鉢が高温になって中の用土が熱くなってしまったり、この水盤の水の水温が上がってお湯のようになってしまったり、これが主な原因で食虫植物が弱ってしまうと思うんですよね。なので、この鉢の温度であったり腰水のこの水温であったり、それを高くしないような上げないような工夫ができるのであれば、夏場であっても長時間直射日光下で栽培するのは可能だと思いますし、特にこのサラセニアなんかは自生地のことを考えると、長時間直射日光で栽培した方が成長が良くなるような気がするんですけどね。でこのサラセニアの自生地なんですけども、私は実際に行ったことがなくて、
画像でしか見たことないんですけども、ちょっと遠くに雑木林みたいなのは見えるんですけども、本当に日光を遮るものが何もない開けた湿地帯にわーっとこう群生してるんですよね。もちろん自然なんで、この地下には水流が、水の流れがあると思いますし、また地面には他の背の低い植物も生えていてこう覆っているので、温度も上がりにくいんだと思うんですよね。で栽培下だと、私はこれちょっとね事情があってこう直接板重を置いてるんですけども、ちょっとここはねビル風とかで風がかなり強い時が多くて、このように手前にブロックを置いて、なるべく低くしてこう株元にですね風が当たらないように、してるんでこんな感じにしちゃってますけども、これもちょっとこう高さのある台の上にこの板重を置いて、地面のこの熱がですね直接こう板重に伝わらないようにしてあげれば、この中の水温も上がりにくくなると思いますし、またあと、私の場合はちょっとこう隙間開けてますけども、これももっとですねこう規格の同じような鉢にしてこう隙間なく、このように密着させて水面にこう直射日光が当たる面積をですね、少なくしてあげれば、これだけでもだいぶ違うと思います。これはちょっともう究極なんですけども、敷地内に水路があったり湧き水が湧いていたり、そんな感じでこう水を引っ張ってこれて、この腰水の水も常にこう流れていて、夏場であっても手を入れるとひんやりしているような、そんなところにこうサラセニアを置けるのであれば、夏場であってもね、もう一日中ガンガンに直射日光に当ててあげた方が、このサラセニアもおそらく大きく育つと思うんですけどね。このハエトリソウもサラセニアと同じ自生地なんで、先ほどお話ししたような鉢の温度であったり、腰水の水温であったりを、上げないような、温度が高くならないような工夫ができるのであれば、真夏であっても長時間直射日光下で栽培することは可能だと思うんですけども、今ああいったお話をしておいてこういうことを言うのはあれなんですけども、やはり栽培を始められたばかりの方はですね、真夏は午前中日光が当たって午後からは日陰になるようなところで栽培された方が、無難だと思います。ちょっとこうそういった環境で栽培をされて慣れてきてから、今さっきお話ししたようなちょっと攻めた感じの栽培をされた方がいいんじゃないのかなっていうふうに思いますね。続いてはこの虫取りスミレであったり耳かき草であったり、ちょっとねまだ出てないですけど、このモウセンゴケであったりとか、こういったのはちょっと分布が広いんで、ただこう北アメリカに自生しているようなタイプだと、ハエトリソウやサラセニアと同じ環境下で大丈夫だと思うんですけども、ただこの虫取りスミレですね、特にちょっとこう標高の高いところに生えているようなものはもう暑さそのものがダメなんで、やはり夏場はちょっとこう涼しくしてあげないとうまく育たない場合もあります。食虫植物に限ったことではありませんけども、栽培環境っていうのは人それぞれ違うので、どうしてもこの一つのやり方だけではなく様々なやり方があると思うんですけども、やはり栽培を始められたばかりの時は、栽培本に載っているような基本的なことを守って栽培された方がいいとは思うんですけども、ただ今回お話しさせていただいたようなことがですね、少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。今回は日当たりをテーマに、ちょっと雑談みたいな感じになっちゃいましたけども、お話しさせていただきました。このチャンネルは食虫植物栽培を始められたばかりの方、またこれから始めてみようかなって思ってらっしゃる初心者さん向けの内容になっております。これからもいろいろな食虫植物に関する動画を上げていきますので、どうかよろしくお願いします。あと過去の動画にも初心者の方には何かしら参考にしていただけるような動画いくつかあると思いますので、そちらもまだご覧になったことのない方はですね、ぜひご覧になってみてください。よろしくお願いします。